武藤さん、こんにちは。今回もよろしくお願いします。こんにちは、おっちーくん。今回からはね、高齢者の方のケアリーホームについて紹介していくよ。どんなお家作りを紹介していただけるのかな？武藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。武藤さん、説明よろしくお願いします。高齢者の方の家づくりにはね、4つのケースがあるんだよ。自立高齢者の方、それから一部介護の方、常時介護が必要な方、若年認知症、認知症の方など、高齢の方といってもいろんな方がいらっしゃるんですよね。まずは自立高齢者の方のケースについて紹介していくね。では武藤さん、よろしくお願いします。元気な高齢者がこれからどのように暮らしていくかとはどんな意味ですか？おっちーくん、自立できる高齢者が元気に過ごしていくには、まずは住み方を選ぶことが大切なんだよ。これからも自宅で暮らし続けるか、施設に入居するかなど、自分の生活状況に合ったものを選ぶことが先々も元気に過ごすコツなんだよ。なるほど。高齢者の方が自立できるように生活の仕方を工夫することが大切なんですね。でも高齢者の方が自宅で暮らすにはたくさんの不安がありますよね。そうなんだよ。そのためには誰と暮らして不安な点をどのように予防するかを考えることが必要だよ。一人暮らしの高齢者の方は玄関に防犯錠をつけて泥棒などに備える工夫も必要だね。またテラスにウッドデッキを組み合わせることで土間に降りずに洗濯物が干せるなど安心な日常生活の広がりを工夫したケースもあります。同居されているケースではご家族の方が家事をしながら何気ない見守りができる工夫もしたよ。なるほど。ちょっとした工夫でも大きな安心安全につながるんですね。さすがおっちーくん、飲み込みが早いね。えへへ、褒められちゃった。武藤さん、防災や健康のことも考えたもっと安心安全な住まいづくりの工夫もあるんですよね。そうなんです。高齢者の方は年齢とともに身体機能の低下は避けられません。運動機能の低下、体温調節機能の低下です。そのためにも、もし地震が来た場合、身を守れるよう耐震対策を行います。また、真夏の熱中症には、お家の中を快適な温度に保ち、断熱機能を備えた内装材を使ったり、循環を行って室内の空気をきれいに保つ換気システムを取り入れたりすることで、安心安全な住まいを実現できると考えています。なるほど。いろんな角度から考えた優しい住まいづくりが必要なんですね。はい。武藤さん、こちらのお家は何ですか？高気密、高断熱、高耐震を備えた住宅です。高齢になると体温調節がしづらくなり、ヒートショックなども考えた安心な住宅と言えます。なるほど。いろいろと工夫されたお家もあるんですね。これからケアリーホームに合わせていろいろ工夫された福祉住環境機器も紹介していくね。今回は自立高齢者の住まいづくりについて紹介していただきました。武藤さん、ありがとうございました。おっちーくんと話していると楽しいね。次は引き続き一部介護が必要な高齢者の方のケアリーホームについて紹介します。ではまた次回お会いしましょう。